皆さん、皆さん、元気ですか？僕のパソコンは大いなるエラーを吐いたり急に BGM が流れたりして今大騒ぎです。もうこの放送が始まってからの数分間の間でも大騒ぎでございます。おはようございます。ということで2025年3月21日ですございます。はい、やりまーす。朝学生です。やりまーす。元気、もう本当に元気で今、やっぱ毎日走るようになってから本当に元気で、本当に、いやもう本当に元気で、もう動画の方完成しました。やったー。まずはやったぜ。完成したんですけど、してたんですけど、30分前、40分前ぐらいかなには完成してたんですけど、ちょっと今これ聞こえます？皆さん、この音聞こえます？砂漠みたいな音がしてると思うんですけど、これ実は砂漠の音じゃなくて、パソコンがかれこれ50分ぐらいずっと動画を書き出し続けてる音なんですね、これ。その頑張ってパソコンがやってくれてるんですけど、今パーセンテージとしてはこれ、7%ですね。普通に。7%。まあ、大前提、私が悪いよ、それは。大前提ね。だって、ね、昨日の夜、普通に完成させてたら、ね、今日あげれたわけで。大前提僕が悪いんだけど、ちょっと、まあ忘れてたね、このパソコンの書き出しの、新しいソフトだよ、ましてや。まあ、気づいては、正直いたかもしれないけど、なんだろうね。書き出しは早く終わるものとして一旦進めてたところが、あるね、普通に。っていうのがあるんで、ちょっとこれ、一応ね、この動向を見守って、もしかしたら冒頭で、僕が重いエフェクトをね、かけすぎてて、こっから急上昇ギャン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 って加速してって、終わる可能性もまあなくはないじゃないですか。やっぱ動画の書き出しだとしたら。そう。でも結論、最悪、ちょっとまた投稿明日ですいませんっていうパターン。ちょっと、すいません。これは本当にありえます。普通にありえます。今の速度だと。本当に。ね、めちゃめちゃ頑張って触ったことないソフトを3つ使いながら、めちゃめちゃ頑張って作ったんで、相当これ悔しいんですけど、ちょっとまあでも、しょうがないですもんね。ただ、完成はしてるんで、完成はしてて、これ、多分ね、悪くないです。初めて作った割に、悪くはないんじゃないかなと。これね、3つ使うことになったんですよ、この、結果的に。これしょうがないんですけど、メインで新しく買ったよって言ってるのが、アフターエフェクトっていう、新しい動画のね、ソフトなんですけど、それに素材を貼ったりとか、ロゴとかアニメーションをつけたいってなった時に、アニメーションがついてたりするんですけどでもまあ、それはいいんですけど、やった時に、アフターエフェクツだけじゃ、ちょっと難しいところがあって、で、結果的に、イラストレーターっていう、同じ会社の別の連携ソフトとか、あと、フォトショップっていうやつとかを、これどっちも触ったことない状態で、ね、もちろん本当ありがたいことに、そういうクリエイターをしている友達とかにもたくさん教えてもらいながら、まあ、なんとか完成はしてるこれだけちょっと、
一旦お疲れ様会しよう。で、多分みんなね、待っててくれた人もいると思うから、今日、投稿あるっつって、待っててくれた人もいると思うんで、ちょっと一旦、みんなのとこに顔出さなということで、やってきました。いや、今日投稿したかったんだけどね。いや、でもこれ焦ってもね、これどうしようもないからね。レンダリングに関しては、どうしようもないからね。でもね、なんかね、加速はしてるね。加速はしてるけど、ちょっと依然としてっていう感じではあるね。そうだ、今ね、相当走ってる。エンコードソフト。これAdobe メディアエンコーダー。相当頑張ってはいるんですけどね。音源はなんなら一昨日できてたから、そう、映像だけ、本当に、ずっと作り続けてたんですけど。そう、PC が今頑張ってます。映像すごい時間。いや、そうですよ。だってオリジナル MV ですよ、これほぼ。そんなね、本職の動画師さんに比べたら大した動画ではないんですけど。いや、ずっと触ってました。投稿ったら虚睡眠してるね。本当に、楽しみです。今から、虚睡眠が。ご飯食べましたか？なんか、ずいぶん前に届いてたんですけど、食べてないですよ、まだ。ありはします。食べる。ありがとう。みんな優しい。優しい。みんなどうしたん今日優しい。そうですね。ちょっと水とか飲みたいよ。水なかったっけな、どっかに。さっき出しっぱなしにしてた水。一滴も汲まれて、あるじゃん。これだって書き出した後修正あったりしたらね、なんか奇跡起きてこれ、加速して12時半とかに書き出し終わったとしても、ここ修正したいなって時に終わりだもんね。ほんとすいません。後でちょっと YouTube にも、コミュニティ書いときます。いや、ほんと申し訳ないです。ただ久々になんか楽しかったっすね。なんかこんなん言うと語弊があるんですけど、普段は楽しくないんかいみたいな。別に普段は楽しい。僕なんか楽しいに決まってるんですけど、なんかそういうんじゃなくてなんか、久々の楽しさがあったっすね。こういうのは。ただちょっとまあね、別に書き出した動画まだ見てるわけじゃないんで、ね、どうなってるかちょっとわかんないですけどね。うまくいってるといいな。PC のね、そのスペックね、言っちゃうと別に悪くはないんですけど、動画に使うパーツと、音源の処理に使うパーツ、レコーディングで使うパーツってちょっと分野が違うんですよね、多分。グラフィックを処理しますよっていう分野とさ、プラグインとかをサクサク動かして、遅延のないように音声を届けますよっていう、分野が多分ちょっと違うんでしょうね。僕が課金してるのはやっぱ音をやるぞっていう方に行っちゃってるから、これはね、今後動画やっていくんだったら、動画の方変わっていかないといけないね。お茶みたいに機材あると USB ハブ必要。USB ハブは、実は、僕らみたいな音をやってる人はあんま使いたくないんですよ。なるべくパソコンに直で挿したいんですよ。だから、改造するしかないですね。だいたい標準でデスクトップ PC についてくる USB って、まあ、多くて4とか5とかだと思うんで。増やすしかないですね。ハブ使うと電源の供給足んなかったりするんですよ。で、そうすると音途切れちゃったりするじゃないですか。せっかくいいテイクね、歌ってたのに、プチってなっちゃってたら最悪なんで、
なるべく直で挿していきたいっていう。で、USB でパソコンにつなぐものっていっぱいあるんですよ。まあ、ない人はないんですけど。まあ、そうですね。インターフェースっていうその音の入り口になってるところもまず USB だし、あとなんかプラグインを動かすための、その別の脳みそがあるんですよ。こう、パソコンの本体だけじゃパワーが足んないから、その会社が出してる専用の機械みたいなのがあって、それも USB でパソコンにつなぐんですよ。だから USB のハブは使いたくないけど、挿すところはなるべく多く欲しいみたいな感じですね。うん。機械の話聞くの大好きだから助かる。珍しい。そんな人いない。そんな人いないよ。いい趣味してらっしゃる。何でも聞いてください。僕に答えられる範囲なら。てかさ、今さ、その、レンダーのプレビューを見てるんだけどさ、なんか、あるべきパーツが明らかに1個ないな。これプレビューだからとかってこと？これ、もうこの段階で書き出し直した方がいいのかな？画面上にずっと表示されてるパーツがあるはずなんですけど、それ1個ないな。ちょっと、いないから今、見てる人の中に、アフターエフェクト自身にき、どうなんかな？再生プレビューだから書き出されてないみたいな、そういう話だといいんだけどな。うん。なんかその本当は、アフターエフェクトそのものからこう直で書き出せるんですけど、それやると僕途中で落ちるんですよね、アフターエフェクトが。そう、アフターエフェクトめっちゃ落ちるの。これ、なんでなんだろう。全部聞き取れたのに。ジョックロックじゃないですから。なんかね、すげえ落ちるんですよ。で、知り合いのね、自信日記になんで落ちるんだろうっていうのをいっぱい聞いて、こうしたらいいかもみたいな。これでも、ないよな。左上にあるはずなんですよ、これ、パーツが。明らかにない。なんなら序盤、ちょっと文字ずれてねって思ったけどな、これ。なんでこれ変わるんだろう？メディアエンコーダーで書き出しちゃダメなのかな？アフターエフェクトで見てた見た目と違うんだけど。エイそのものだけを作ってる時によく落ちますか？それともフォトショーとかと連動しようとした時になりますか？いや、エイだけで落ちますね。なんなら他のソフト全部落として、エイのみにしてても全然落ちますね。本当にすごいですよ。なんだろうな。2分に1回は落ちますね。2分に1回落ちてる状態でやったのすごくない？そう考えるとすごない？ 2 分に1回落ちるソフトで完成させたん。すごない？いや、これマジ誇張じゃないですか、本当に。これ変なんだろうな。サポセンに連絡しようかな、これ終わったら。だってそんなわけないもんね。スペックとかじゃないもんね。しかも、プレビューの画質も4分の1にしてるんですよ。最低画質でプレビューしているから今、実際、フル画質で書き出された時どんな画面なのか僕知らないんですけど。そんなわけないもんね、よく考えたら。うん。それと僕昨日ミオ生きていけないよのネタツイしたらミオが伝わんなくて彼女ですかってリプライ3件ぐらい来たな。伝わんないにしても彼女なわけなくないって思ったけど、まあでもインターネットのノリが当然のように伝わるわけはないというのはそれはそうなんだけど、うん。ミオが彼女だとして書くわけなくない？ツイッターに。今、活動歴13年の歌い手が。おもろかったけど。めちゃくちゃおもろかったけど。ミオ生きていけないよ。ミオ46歳。配偶者なし。生活能力なしの。あれツイートしたら、ミオって彼女ですかって来たらめっちゃ面白かったけどな。一番面白かった。いやー、ということで昨日ね、蜜月アンドゥトロワが、もう延期に延期を重ねて、ついに公開されましたが、皆さん本当にたくさんのコメント、どうもありがとうございます。昨日の動画、みんな見てくれました？ぬるんぬるだったでしょ？昨日が動きすぎてるから、こう、やっぱバランスなんですよね。こっちではカクカクしておかないと。
マジで大変だったな、昨日の動画、本当に。死ぬほどお金払わされたし。お金かかるね。動画編集って。意味わかんないくらいお金払ったし。あれ、いろいろ導入するのに。バカみたいにお金払ったし。家賃みたいな額払ったし。合計で。ソフトというかソフトもそうなんですけど、なんか、追加でいろいろ買わないといけないんですよ。家賃ですかってぐらいお金払わされたわ。うん。まあ別にだからってわけじゃないけど、まあ今後もね、やっていきたいですよね、定期的に。うん。毎週やるってなると、ちょっと現実的じゃないけど、あんまり。めちゃくちゃ楽しかったんで、やっていきたいですね。うん。時々、合間を見て。繰り返し払い日もニコニコ。そうだよ。やったって。こんなにポイントついてるって。うん。ポイントついてるってことはっていう、この願い笑顔ね。ポイントついてるで笑顔になって、そのポイントがついてるという本当の意味を考えるネガ。両方持ち合わせてるよ、小学生は。そうだよ。タメ口で。心の中に誰か飼うといいみたいな話がありますけど、僕は心の中に今日から俺は川崎明美を飼ってるんですよね。知ってますか、川崎明美。実写版の今日から俺はの方で言うとこのどうしたんすかって橋本環奈にどうしたんすかってこいつらボコボコにするんじゃないっすかって言って鬼の形相で睨み返されるキャラね、川崎明美。あれをねやっぱね心の中にこう一人入れておくとすごいいいですね。すごい、うん。なんかちょっとしんどいなっていう時とかもやっぱあるじゃないですか、人生生きてると。そういう時も明美がやっぱいるから、大丈夫っすかって今日元気なくないですか、自分弁当作ってきたんでこれ食ってくださいって明美が言ってくれるんで、これ非常にいいですね。かなりおすすめ。なんか心の中にデヴィ夫人買うとかさ、いろいろあるじゃないですか。ギャルを買う、みちょぱを買うとかさ、いろいろあると思うんですけど、僕の最近のおすすめはやっぱ川崎明美ですね。すごいいいですね。最近女性の名前がチョークの口からよく出てる。なんで？誰の名前？ずっと女性の人物名を唱え続けてる僕がいるってこと？日和、楓、春樹みたいな。ずっと女性の名前言ってる僕がいるってこと？よしこ、桜子、みえこ、るこ。やばい、このゾーンに入ったっつって。平成初期に流行った名付けのブーム、このゾーンにやばい入って、これ時間かかるんだよな、こっからっていうなるってこと？最近の名前の漢字とかも変わってきてるんだろうな。男の子は漢字のベストと読み方ベストで違うんだ。読み方の方を見た方がいいか。確かに漢字だとばらけるから、なんならこう渡辺さんのもう一つの方がランクインしないみたいな、そういうことが起きるのか。極端な話。読み方読もう。男の子の読み方ランキング1位、ハルトくん。はいはいはい、いますね、ハルトくん。2位、ミナトくん。3位、リクくん。リクくん？そう。3位なんだ。多いんですね。みんなの知り合いにもいますか？ということで、なぜかこんな時間なので終わりたいと思います。この後僕はね、走りに行こうと思ってるんですけど、昨日の夜中僕、これちょっとね、言うと心配されちゃうかもしれないですけど、本当心配するようなことじゃないっていうのだけ先に置いときたいんですけど、気づいたらね、部屋のね、よくわかんないとこで、目が覚めたんですよ。だから結論昨日のランニングをスキップしちゃってるんで、だから今日は昨日の分までちょっと1時間走ってみようかなと思ってますね。そう、これはやってみたかったんですよ。どっかで1時間走るのってやったことなかったんで、基本僕30分ちょいなんですけど、
1時間やってみたいっていうのがあったんで、ちょっとこれを機に、1時間ペース配分しながら走ってみようかなと。いや、わかんないんですよね。その1時間走る分、そのペースを落とすと思うんで、どんな感じになるかなっていう。これやってみたいですね。またちょっと走ったらツイートぶら下げます。今日暖かいので倒れないでくださいね。ありがとうございます。お互いに、ね、みんなも倒れないでくださいね。みんなも大変だと思うんで、毎日。今日この配信が終わったら、ついに僕パソコンを初期化しようと思ってて。前々から僕ね、パソコンのスペックが低くて、動画の書き出しが遅くてごめんなさい、投稿遅れますとかね、つい先日もちょっとソフトの調子があまりにも悪くて2分に1回落ちる状態で作ってるので投稿遅れますとかね、あって、皆さんには本当にね、申し訳ないことをね、してしまっているんですけど、スペックが低いから、どっかね、部品を変えて良くしようと思って、スペックを全部スクショして、詳しい人に写真を送ったんですよ。そしたら、正直このスペックだとどこも直すとこないですねって言われて、要はめちゃくちゃハイスペック状態だったんですよ。じゃあおかしいなと思って。なんなら動画編集ソフト以外にも画像とか、時々はもうブラウザーね、なんか検索したりする時に使うブラウザーですらついたりする時全然あるんで、これはなんかおかしいぞと。で、最初にパソコンの状態をチェックするソフトがあるんですけど、そのメモリっていうその記憶容量の部分ね、記憶してる部分をチェックするソフトがあって、それを2個ぐらい試したんですけど、基本正常だと。なので、もうこれは初期化しかないっていう。ただ初期化するってなると大変なんですよ。単純に初期化しちゃうと全部のデータがただ消え去っていっちゃうんで、例えば作った音源をどれぐらい細かく保存しておくのとか、あと買ったプラグイン保存どれぐらいできるのとか、できないものはどこにあったのかメモっとかなきゃいけないよねとか、そういうのを記録取ったり、音源とかファイル化してクラウド、実物のメモリでもいいんですけど、ドロップボックスとかさ、 Google ドライブとか、そういう別のインターネット上のその記憶媒体に移しておくとかね、しないといけないから、ちょっと配信が終わったら、今週はちょっとね、一旦制作落ち着くんで、今のうちにやっておきたいんですけど、もしかしたら明日の配信が携帯からなる可能性もちょっと視野に入れないといけないですね。そうなるとこの設定も吹っ飛ぶんで最悪最悪この設定も吹っ飛ぶんで、もしかしたら明日は携帯からになるかもしれないです。いろいろ元に戻すのが間に合わなかったらね。やりはすると思うんで、どの道よろしくお願いします。 BGM とかがちょっとなんないかもしれないですけども、そんな感じですね。いやかれこれパソコン買ってからね、これ2年ぐらいは経つんじゃないかな、もしかしたら。さすがにそろそろ初期化の時期ですわ。それやってね、これから新しくいろいろ覚えたこととかもさ、サクサクやっていかないとね、いけないから。重いっていうだけでだいぶデバフですからね。むしろ今じゃないですか。新しいソフトとかいっぱい買ってさ、こっから使っていくといろんな設定とかソフトが増えてって根付いていっちゃうから、時間が経てば経つほどね、初期化するのめんどくさくなってくるから、もう今のうちに新しいものを増やす前にやっちゃおうっていうね、感じですわ。これ初期化しても治んなかったら修理出せばいいんで、今試せることって言ったらもう初期化しかないんでね。知り合いの動画師の人たちがいっぱいいろいろ教えてくれてるんですけどね、何にも治んない。もう石田さんとかがね、すっごい教えてくれてるんですよ。こうしたらどうですかとか、これオンになってますかとかね、いっぱい教えてくださってはいるんですけども、何にも治んない。少しも治んない。だからちょっと俺も一回初期化しようと、そういうことですわ。ごめん、ちょっと全然関係ないんだけどさ、昨日のさ、ツイートにさ、昨日のツイートっていうのは僕のカズーっていう謎の楽器ね、発祥のわからない謎の楽器カズーの演奏動画がめちゃくちゃ再生されてて、なんでやねんっていう、あれ関連のコメントで、僕が新しい歌ってみた動画でもうこれを演奏してるけど、そこで指を動かしてるのはこれ意味ないはずなのに、
見た目がおもろいからやっているのかというコメントが何個か来てて、確かに音程が変わることはないですよ、この指を動かすことで。ただね、これちょっとやろうかな今。これなんだけど、普通に指動かしたり覆ったりしないでやるとってなるのよ。これなんもしないで弾くと。ただこれ手のね、これをちょっとうまくできないんだけど、僕まだ手つけるとってできるのよ。わかりますか？このミュートトランペットみたいなことできるんですよ。このもうミョワンミョワンミョワンってできるんですよ。この覆いをつけることでこうフィルターみたいなのがかけられるんで、そうだからこれ手ね関係あるんですよ手大事なのよ、カズーを演奏するにあたって。これ手がかなり大事で、まだうまくできないんですけど、だから関係あります、あれ実は。まあ見た目もおもろいよそれは見た目もおもろいけど、見た目だけじゃない、ちゃんと意味があってのやつだから。数演奏配信してほしいハーモニカでもやりますよね。あ、確かにね、ハーモニカも一緒ですよ。だからハーモニカでさ、手パタパタしてる人いるじゃん。別にハーモニカって手関係ないんですよ、その音程で言うとね。息を吐くか吸うかっていうのと、そのどこの穴を吹いてるか吸ってるかで音程が変わるから、別にハーモニカも音程は手関係ないけど、手の動きでフィルターをかけてるんですよ。フワーンってやるのは手が必要なんですよ。手で覆ってこう開いていくとフワーンってなるんですよ。強弱っていうかフィルターね。こもった感じからこう開いていくことでフワーンってなるのよ。で別に口でやってもいい。そうだよ。どんな楽器でもねそれあるからね。まあ限られるけど、それやることでいい音になるかっていうのはちょっと限られますけどね。トランペットとかだからまさにそうだよね。トランペットのだからラブカのさ、本家のラブカの前奏はまあ嫌いさんは打ち込みであれ鳴らしてるでしょうけど、やるとしたらそのトランペットとかのその先端になんかさ、なんだろう、丸いゴムみてえなのゴって詰まってんの見たことないですか？こうトランペットの先っちょになんか塊みたいなの入ってんの。そうするとああいう音になるんですよ。なんかおしゃれな。あれなくすとみんながよく聞くあっけらかんとした普通のトランペットの音になるっていう。なんかどっかで聞けないかな。いやでももう時間なくなってきちゃったな。まあミュートトランペットとかで調べてもらうと、あ、これねーってなると思います。カズーってどこで買えるの？カズーなんかどこでも買えるよどこにでも売ってるよ、カズーなんか。駄菓子屋に売ってるよ、カズー多分駄菓子屋行ったら売ってるよ多分どこにでもあるよ。アマゾンでも買えるよ。コンビニにはないんじゃないですか。みんな吹いてみてほしいけどね、数。100均の数どうなんだろうね。あったら気になるけどね。いろんな楽器やってみてほしい。いろんな楽器でも別に僕楽器ないからな、できるやつ。ギター？いやギターも別にできないですからね。クラって初見で吹けるようなやつじゃないんじゃない？難しいんじゃない？クラリネットって。オカリナ吹いてみたいオカリナ買おうかな。オカリナ吹いてみたいな。トランペット経験者ならカズーうまく吹けますかね。わかんない。カズーって歌だから関係ないかも、もしかしたら。ただ肺活量みたいな、いや肺活量もいらないしな。
カズーって歌やしあんま関係ないかも。うん。もっといい楽器吹けるんじゃないトランペット吹けたらトランペット吹いた方がいいんじゃないですか。わかんないけど。うん。カズー吹いてもいいと思うけど、もちろん。うん。聞こえてるかな、どうですか、聞こえてますか。おはようございます。聞こえてる。小さい。でもこれ以上上げると僕が大きい声出した時に割れるので、ちょっと今日はこの音量なのでそちらで上げていただいて、それでも限界まで上げていただいた上でちっちゃかったら教えてください。なんとかします、その際は。ということで PC を初期化しております。正確には初期化の準備というのが正確な表現になるんですけど、僕の PC は昔作った音源とかミックスした作業ファイルとかがいっぱい入ってるわけですけど、これをそのまんま新しい PC に移しても動かなくなっちゃうんですよ。つまり過去の編集データが丸々使えなくなっちゃうんですね。でそうなると、例えば今後ライブであの曲歌いたい、昔撮ったからハモリが残ってるなみたいな時にそれが書き出せなくなっちゃうとかね、それ困っちゃうんで、丸ごと全部映せるような処理を今していってる状態なんですよ。でただね、僕はこれをちょっと今日はやりながら配信でまたゆるく喋っていくつもりなんですけど、これね、昔のデータをせっかく扱ってるからちょっと、振り返りとまでは言わないですけど、これ聞くことができるので、せっかくだからちょっとずつね、その今映してるファイルとかをちょっとずつ流していくみたいな。じゃあこれでちょっと整理をしていきたいんですけど、これ僕の声でしょ。このねフォルダ開いてびっくりしたんですけど、これマジボーカル2本だけなんですよ。僕の声とベルさんの声が1本ずつだけ。こんなファイルなかったね。いろんなファイル開いて、ここまで遡って最新の蜜月アンドゥトロワから遡って開いていったんですけど、こんなファイルないですね。ハモリが1本も鳴ってない。これベルさんね。違う、これ違う、こっちね。売逆済み悪魔のペット明かするばかりの日々で、これ僕の声で明かするばかりの日々があって、でこうね、明かするばかりの日々。これマジめちゃ、ここマジね、ちょっと今日はこういう配信しよう珍しくいろんなことを音源について喋る回にしよう今日は。ここマジめちゃめちゃ調整してるんですよ。これね、伝えるの難しいんですけど、例えばそのドレミファソラシドのドの音があったとして、そのドにもいろいろあるんですよ。低いドとかさ、ちょっと高めのドとかいろいろあるわけじゃないですか。そうで、そのみんなが普段鳴らしてるドレミファソラシドって、そのドレミファソラシドの音を、黒鍵含めてその全部の音を均等に分けましょうねっていう音なんですよ。だからこうドからドシャープの上がり方とドシャープからレまでの幅が全部一緒なんですよ。わかりますか？半音上がった時、ファからファシャープに上がる時もファシャープからソに上がる時も全部同じ幅で上がっていくんですよ。均等に。そうで上がっていって上がっていくから、そのどんな曲を弾いた時もある程度綺麗にハモるんですよ。これがねちょっとね難しいんですけど、そうただそれが使われるようになったのって実は音楽の一番最初からではなくて、最初は純正率っていうその調律が使われてたんですよ。でこの純正率っていうのが何かっていうと、その今最初に僕が説明したその全部の幅が均等にっていうのは平均率っていう調律の仕方で、メリットとしてはそのどんな曲、どんな雰囲気の曲を弾いても
まあ綺麗にハモるっていう。ドミソってやった時も、ドシャープミソシャープみたいにした時も、まあある程度綺麗にハモるみたいな。でファラーってやってもミソシってやっても綺麗にハモるっていう。けどそのなんだろうな、ドの音からソの音のその周波数の比率が整数比じゃないんですよ。わあ、これ全然綺麗に説明できない気がする。ごめんみんな。僕の語彙と理解力じゃあんまり綺麗に説明できない。で、まあ、ごめん、ちょっといろいろ端折って、昔もう最初に使われてた純正率っていうのが何かっていうと、このハモリが全部整数の比率なんですよ。で、これは聞いてもらった方が早いと思うんですけど、あ、これ昔聞いた記憶があるよ。あ、これ知ってるな。アメージンググレース完全純正率バージョン。これなんか演奏の、あー、これだ。わかりますか、このこれね、僕の方でもちょっと音を出そうと思うんですけど、ちょっと待ってくださいね。これ平均率の音、これ平均率の音なんですけど、ドミーってまあ綺麗なハモリなんですけど、いやこのマイクで伝わってんのかな、微妙にワインワインワインってなるんですよ、どうしても。わかりますか？ワインワインって微妙になるんですよ。これはこの振動数の比率が整数比じゃないからなんですよ。1対2じゃなくて1対 1.9 なんとかなんとかなんとかみたいなやつだから、こう途中でこう振動の波がずれるところがあって、ね、ミョインウォインってなるんですよ。これが純正率だと全ての振動数が整数だから、ウォインってならずにどこまでも永遠にピャーンってまっすぐハモるんですよ。これそう思って聞いてください。わかりますか？みたいな。これはでもちょっとみんな調べて聞いてみてください。ぜひ興味持った人はね、興味持った人はでいいから。そう、それが純正率って言うんですけど、まあこれがなんで使われなくなっちゃったかっていうと、これデメリットとして大きいのが2つあって、まずこのドレミファソラシドの雰囲気の曲にしか使えないんですよ。このこの雰囲気の曲、この音を使う曲にしか使えないんですよ。だからまあどういうことかっていうと、この雰囲気の曲には使えないんですよ。これ今僕ミディキーボードじゃなくてパソコンのキーボードで打ってるからごめんね。そうこの雰囲気の曲には純正率って使えないんですよ。あとは途中で転調ができないんですね。みんな好きでしょ、転調。なんかサビで1音上がるとかさ、かっこいいでしょあれ。夜遊びとかがサビの前でちょっと下がるとかみんな好きでしょ。あれが純正率だとできないんですよ。あくまでドレミファソラシドっていう音の中で整数の比率になって美しいっていう音なんで、だからこれアメージンググレースみたいな曲はドレミファソラシドだけで最後までいくから弾けるんですけど、そうじゃない曲とかはできない。昔は良かったんですけど、だんだん音楽が広がってく時にそうじゃない曲がいっぱい出てきて、ドレミファソラシド以外でも曲を作ろうみたいなのとか、途中で音を変えましょうみたいなのが出てきた時に、これ純正率じゃなくて平均率っていう、ある程度、まあ、純正率ほど綺麗なハモリではないけど、どんな雰囲気の曲を弾いても全部いい感じにハモるっていうのが開発されたんですね、平均率っていう。でちょっとまあ遠回りになっちゃったんですけど、でここ、まあ、別に完璧ではないんですけど、この辺はある程度純正律的な響きを意識して混ぜたところなんですよ。個人的にはね、うまくいってないと思うよ。別に完璧ではないんですけど、なんだろ
なんか合唱とかやったことある、合唱習ってましたみたいな人とかは言われると思うんですけど、なんか例えばこの第3音の音ちょっと高めに取ってくださいとか、そうするとその完璧な純正率にしようって意味じゃなくて、ちょっと綺麗なんですよ。その吹奏楽部とかでも言われないですか、ここのサックス吹いてる人ちょっと低めに取ってくださいみたいな。あれってなんで言われるかっていうと、まあその先生方はね、その感覚的にちょっと低いと美しいなっていうのが分かってらっしゃるのかもしれないですけど、根本はこの純正率の響きなんですよ。平均率的には正しい音をぴったり吹いてればね、チューナーで 440Hz に合わせて吹いてればいいんだけど、ここちょっと高めに吹くと綺麗だなみたいなのは、その振動の比率が変わるからなんですね。そうで、まあこのルーザーベイビーのこの部分はまあなんとなくですけど、そういうのを意識して混ぜたよっていう話ですね。音流しますよ。ちっちゃくして、はい。くすみ悪魔のペット明かすばかりの日々。そう、ここ正しく合わせるとこうはならないんですけど、まあなんとなくそういう風にしたよっていう話でした。さあこれもね、初期化のために書き出しますよ。すいません、長々と。今日はこういう回です。ありがとうございます。ご清聴いただき。これはどこを落としたらいいんだ。全部選択して、これいらないんだな。いやそう、これそう消えないようにね、今頑張ってまとめてるんで、ちょっとね、僕の教え方がね、毎回全然うまくなくてね、申し訳ないんですよね、これ系の話するとき。そう。まあでも、たまにはね。あ、オッケーオッケー。やってみよう。昔のファイルだからさ、読み込みにも時間かかっちゃって。これは、ちょっと音がでかいかな。ね。懐かしいね。懐かしい。これはね、ハモリいっぱい重なってる。めちゃくちゃ懐かしいけど、これハモリ多分サビとかテクテクテンテンテン、これださメインをさミュートして、ああこれね、そうめちゃくちゃ鳴ってるんですよ。なんかあれあるよね、この音覚えてみたいに言ってさ、みんなハモってねみたいなやつあれぐらいハモってますよこれね。うん。あとは面白いとこあるかな。ちょっと滑舌が甘いですね今聞くと。あと掛け合ってるところあるよね。こことか面白いですよね。ここ待って、メイン消して、ここね、相当これだけ聞くとわけわかんないんですけど、これメイン入れるとちゃんと綺麗にハモるんですよこれ。あ、みんなこう気づいた。ここ流すか、この「Let me hear you say Halloween」の後、これフェイクタイプって言ってんの聞こえないよな。気づいた？ここ聞こえないよね。多分でもこれ言われて聞きに行ったら聞こえると思う。ちっちゃく
ちゃくなってるからフェクタイプフェクタイプって言ってるのが3人いるんで、これちょっと気に入ってみて。多分なってるから。さあじゃあこれを書き出しながら今日お別れかな。もう8時になっちゃったね。あっという間だね。こういうのまたやろうね僕は楽しかったけどね、たまにはこれでやろうね。すいません、ゆるい回でした。失礼しました。じゃあこれをこうして書き出しを、いやこの後録音頑張りますよ。みんなのね趣味も聞いたし、今日の曲は久々にガラガラ叫べる感じかなって感じですね。ガラガラしたい。いや本当ありがたいですよね。なんかさ、普通に考えたらさね、僕の歌い方で僕のチャンネルで、こういう動画が見られてますよっていうのがなんとなくあって、普通に考えたらずっとガラガラしとくべきなんですけど、でもね、それこそ前回の投稿とか割とサラサラした声で歌って、最近なんかはサラサラした声で歌うことがたまたま多いですけど、なんかそういうの出せるのってね、みんながそういう動画でも見てくれて反応してくれるからですからね。なんかサラサラした声で歌った時に全然もう誰も見てないみたいななるんだったら、もうずっとガラガラしたの出すんですけど、なんかそうじゃない、こういうのもいいねって言ってくれるから出せてるんで、本当ありがたいことですよね。蜜月&トロワもね、もう11万再生とかしてもらってて、1万高評価とかつけてもらってて、ありがたいですよね。そう、ガラガラしたのはね、その一番得意だから、やっぱね、得意なことだけやっててもなーっていうのがあるんですよ。楽しいんですけどね、もちろん。いやなんかどっちかっていうとやっぱ体育会系で育ったんで不得意なことやる方がなんかやってる感あって好きなんで、そういうことやっちゃうんですけど、久々にガラガラしようかなと今日は思ってます。喉が心配になる。大丈夫だよ。もうだとしたらもう遅いよ。5年やってるからガラガラ嬉しい。心配してくれるのは嬉しいけど、大丈夫だよ。喉強いから小学生。ガラガラしても大丈夫。最悪お医者さん行くし、心配しないで聞いてください。ジャンルも表現も多彩だけど、それでも全部小学生さんならではなのがいい。ありがたいですね。全然いろんなの真似する時もありますけどね。人様の歌とか聞いてこういうのやりたいなみたいな、ミックスとかもね、こういう音やりたいなっつってやる時あるし。ポリープとか気をつけてね。まあその辺はもううまいことやりますよ。できたら言うし、すぐみんなにごめーんって、ポリープできちゃったよーってみんなに言うから、言ってないってことは心配しないで。それで言うと、やっと今元気なんですよ。別になんかめちゃめちゃ病んでたわけじゃないんですけど、蜜月作るときに今しょうがない、あれ初めてすぎて、しかも他の仕事もありがたいことにあったんで、あれ3鉄ぐらいの感じだったんですよ。丸3日間起きてますみたいな感じで作ってたんですけど、3鉄って僕初めてしてみたんですけど、なんか全然回復しなくて最近ずっと寝てたんですけど、今日やっと元気戻りました。なんか脳と体がと。でも楽しかったですよ。すべき3鉄だったと思う。楽しかった。もうしないいやこんな感じで言うから、その瞬間じゃないにしても後からかもしんないけど言うから、僕の身に起きてることは基本みんなに。あんま心配しないで。ないよ僕多分あんまりみんなに内緒にしてること。なんか解禁前の情報とかはそれは別でね、言えないけどさ、ポニーキャニオンクビになっちゃうからクビってか別に雇用されてるわけじゃないんだけどさ、そういうのは言えないのはあるけど、貸してることないよ。体重64とか、これちょくちょく言ってんじゃん。64、63、62をうろうろしてます。最近はいっぱい走ってるから、もしかしたらもうちょっと減っちゃってるかもしれないけど、そんなもんだよ。恋人気になるか、そんなの。いるわけないだろ。いや、いるわけないけどさ、これなんか意味ない、これなんか前も言った気がするんですけど、意味ないんですよ、その歌い手の恋人いないよ発言って。
そう思わない？いたとしてもいないって言うと思わない？みんなどう？みんなが歌い手とかさ、YouTuber とかやってるとしてさ、ねえ、仮にいたとして、いや、いますよって言う意味がないじゃないですか。どうしても言わなきゃいけない時が来たら、いませんよって言うに決まってるというか。だから、意味ないです。うん。ごめんね、こんな回答で。うん。ただ、なんだろうな、別に、まあ、どう思ってもらってもいいですけど、いや、どのタイミングでと思いますけどね、その客観的に見て。この活動してて、起きて、走って、配信して、歌取ってミックスして、毎週投稿して、お仕事もありがたいことにいただいて、とは思うけどね。僕はそんな器用じゃないから、恋人も友達もあんまいない。友達はでも去年ありがたいことにいっぱい増えた。そう、パソコンの状況について最後言っておきたいんですけど、結論昨日ツイートさせてもらった僕のパソコンが、壊れやすいやつを引いちゃったってやつ。これなんか有名らしいんですけど、僕知らなくて、インテル13世代、14世代みたいな。なんかパソコン自作界隈とかの人たちは、もうこれを聞くと、あれ引いたんだってなるような感じらしいんですよ、どうやら。そう。で、僕の買ったところに問い合わせたら、それはもう修理対象というか、交換対象になってる型番なんで、送ってくださいみたいな感じだったんですけど、送るとなると、これも聞いたんですけど、1週間から10日くらい預ける感じになるっぽいんですよ。1週間から10日パソコンが使えないと思って、それは無理じゃん、どう考えてもと思って、それを言ってたら、僕の父が、じゃあノートパソコンいるって言われて、僕の使ってる脳みそと同じぐらい頭のいい脳みその入ったノートパソコンを僕の父はなぜか持ってて、それで 3D プリンターでトイレットペーパーのホルダーとかを作ったりしてる、本当によくわからない、意味がわからない父なんですけど、それを1週間10日ぐらいだったらいいよって言って貸してくれて、で昨日本当っつってすぐ取りに行くねって取りに行って、でこれに映像出せるケーブルとかさ、そういうのいろいろ挿して、とはいえ、パソコン引っ越しみたいなもんだから、結構大変なんですけど、それを今日はやって、お仕事から戻ったらやって、で、来週1週間はそのノート PC で作ってみるっていう。で、その間にパソコン修理に出すっていうのをやることになるんで、ちょっともしかしたら来週投稿あったりなかったりするかもしれないんですけど、そんな感じでうまいことやってみます。一瞬あれも考えてるんですよ。これを機に、ちょっと、ここらで一回別の人に久々に歌ってみたらミックスを混ぜてもらうとかもね、考えたんですけど。そう、録音だったらさ、別にソフト関係ないからさ。で、撮れればいいんだから、極論無料ソフトでも撮れるからさ。そう。とかも考えたんですけど、その時の気分でやってみますわ。